おはこんばんは、オリーブです。今回はエブリィのスタビリンクを交換していきます。車体の中を突き抜けている棒状のバネと車体をつなぐ部品ですね。この動画はポンコツなオリーブの提供でお送りします。本当これなので真似される方は自己責任でお願いします。そしたら作業の方を始めていきます。車体はエブリィ DA64V の6型になります。今回作業内容はシンプルでわかりやすいんですが、スタビリンクの取り外しが大変でした。なので動画の流れとしてはこんな感じで大変だったからこうすればよかったんじゃないっていう感じでいきたいと思います。今回交換するスタビリンクがこちらになりますね。一応概要欄にスタビリンクのリンクを貼っておきますが、間違ってるかもしれないので信用しすぎないでください。はい、今助手席側のタイヤハウス内を映しているんですが、ここについてるのがスタビリンクですね。これを外して新品に変えていきます。で、変えようと思った理由なんですが、車体下からカタカタ音が鳴ってるんで、これが原因かなって思ったんですけど、今こうやって手で動かしてみてもガタつきはないんですよね。左右とも確認したんですけど、ガタつきはなかったですね。もう17万キロも走っているんで交換していきます。で、スタビリンクを外すには上と下のボルトを外すだけですね。ただナットを回してしまうと中心の六角ボルトのついたパーツまで一緒に回ってしまうので、中心に六角ボルトを差し込んで動かないようにしてから周りのナットを回していきます。六角ボルト使わないでナットを回しただけでも外れる時はあるみたいですね。今回は正規の方法でやっていきます。最初六角レンチの穴汚れてるんでピックアップツールで軽く掃除します。そしたらナットの方が 14mm ですね。左回しで外す。工具をかけたら六角レンチを刺して、なんかかかりが甘いな。こんな感じでナットにラチェット式のメガネレンチをかけて六角穴に六角レンチを差し込みましたね。そしたら回していきます。本当にあんま振り幅がなくて外すの大変だな。硬っ。本当に一回ソケットで回してみるか。固着が取れれば回しやすくなるかもな。硬っ。こんなに硬いか。これちょっとハンドル切って作業しやすいようにするか。ディスクがまっすぐな状態だと工具がタイヤハウスに当たって回しづらいので、ハンドル切って工具が回しやすいようにしたいと思います。こんな感じで角度をつけたので手前から回せるようになったと思います。じゃあやっていきます。硬すぎねこれ。ラチェット壊れちゃうな。怒られちゃうかもしれないけど、短めのスパナにパイプで延長して外していきます。ストレートの長いメガネレンチ持ってないんですよね。こんなに硬い。短い六角レンチでもいけると思ったけど、ちょっと厳しいかもしれないですね。ソケットレンチにつける六角レンチがあるので、そっちを使ってみたいと思います。ソケットレンチにこんな感じで刺して使うやつですね。この上下にあるパーツが邪魔で工具あんま触れないんですよね。なめった？六角がなめったくさいな。どうしよう。インパクトでいけるかな。止まった。後ろをペンチで押さえて。もう上はなめっちゃったんで後で切るとして、ここを外す前に下側の方のナットを外していきます。最初に上外してしまうとブランブランになって下側外しづらくなりますからね。油をさしておこうかな。
なんか変わんない気もするけどな。ここ反対側の六角レンチ刺すとこなんですけど、ラチェットの六角レンチ隙間が狭くて入らないので、普通の六角レンチですね、使うしかないですけど、外せるか？外せる気がしないな。これでちょっと見えにくいですけど、ここの六角レンチを押さえながら切ろう。仕方ない。もうなんかネジ山が舐めちゃって仕方ないんで、スタビリンクのところ切っちゃいます。これ裏側軽く削れちゃってるから塗装しておいた方がいいかな。本当はちゃんとした塗料の方がいいだろうけど、下側の方も切っちゃいます。微妙に残っちゃうんだな。反対側も一応挑戦するか。油は刺してるんですけどね、いきなり切ってもいいけど、できれば綺麗に外したのを残して新しいのと比較したいな。そしたら反対側は一回六角レンチ刺さないでナットだけを回してみます。外れるかな。足でいくか。どうだ、回ってんのか。ハンドルを回してんのがダメなのかな。ここに変なテンションがかかってるかもしれないから、一回ハンドルまっすぐに戻すか。反対側も一応インパクトで回しました。インパクトでガガガッといってみます。ダメか。長いのを刺して、これではめたな。切るか。スマートじゃないな。ここをグラインダーで切ったところなんですけど、後ろにナットがついてるんですけど、抜けないですね。止まったな。叩いたらちょっとずつ内側に入ってきましたね。抜けた。はい、ということで上側と下側の方ですね、なんとか抜くことができたので、これでスタビリンク外れましたね。削れちゃったけど、もうどうしようもないもんな、当たっちゃうから。はい、でこっちが取り外したスタビリンクで、こっちが新しいスタビリンクですね。スタビリンクだったものですね。こっちに破片を置いている状態ですね。もう切っちゃったから違いを比べようがないんですが、切るときこの辺りから切って取り外したんですが、ここで切ってしまうと、ここにある輪っかが車体のボルト穴より広いので引き出せないんですよね。なのでこのナット側を切った方がいいんですが、ここの隙間が狭すぎてグラインダーの刃をここに入れられなかったので、こっちを切って抜いたんですが、本当はナットだけ壊す工具があったと思うので、それを買ってナットを壊して外すのが良かったのかなと思います。そんな工具持ってないので、ちょっと強引にグラインダーで切っちゃいましたね。ここまで破壊で外す方法ばかり言ってますが、調べてみると一番スマートな外し方はこんな感じのオウムタイプのロッキングプライヤーという工具があるので、これをスタビリンクのボールジョイントあたりにかませてナットを回すと外しやすいみたいですね。欲しいな。アフィリエイトじゃないですけど、一応参考になるように商品リンクを概要欄に貼っておきます。そしたら新しいスタビリンクをつけていこうと思います。これ上下がないみたいなんで、こんな感じで取り付けても大丈夫みたいですね。そしたらまずナットを外して、反対もナットを外してはめると、上がネジ山が手前に来るように、下側はスタビライザーをちょっとしならせながら入れると、こっちの方に力がかかってますからね。あとはナットを締めていくと。よし、手で締まるところまで締めましたね。下側も
締めて、で60ニュートンで締め付けるみたいですね。60ニュートンね。ただ中心に六角レンチを刺しながら回さないといけないので、プリセット型のトルクレンチ使えないので感覚で締めていきます。締めるときはさすがに小さい六角レンチでも大丈夫かなと思います。多分ですけどやってみます。よし、で締めると。一回仮締めしておいて、下の方も仮締めします。OK。短いスパナで本締めしていますが、力がかかっていないなと感じたので、後で長めのレンチで締め直しました。締め付けるのは簡単なんだよな。そしたらこんな感じで取り付けることができましたね。反対側もやっていきます。はい、いかがだったでしょうか。今回はエブリィのスタビリンクを交換しましたね。ちょっと思ってたより苦労しましたね。もしよければチャンネル登録やグッドボタンを押していただけるとすごく動画制作の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。整備って本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。この後、遠出の予定があったので、1000キロぐらい走ったんですが、ボルトの緩みもなく、カタカタ音もちゃんと消えていました。やはり、スタビリンクが原因だったみたいですね。はい。どん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 。